始まりました R ズトークトーク MBTI を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTI を日常で実践できるように考えるのが趣味の R が MBTI について思ったことなどをお話ししています。今回は安心を保ちながら誰かに溶け込む処理スタイル SF タイプの基本的認知スタイル、つまり普段の自然な考え方について MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用で紹介されている様子の特徴とタイプの特徴を見比べながらお話ししてみようと思います。SF のタイプになるのは ESFJ、ESFP、ISFJ、ISFP の4タイプ。真ん中が SF になるタイプですね。で、SF タイプの基本的な考え方として、実際にその場にいる人たちがどんなことを感じてるかっていうのを感覚的に感じ取っていくタイプということになるようなんですよね。つまりその場の空気とか相手がどんな気持ちになるかっていうのに敏感で、それを元にして反応を返したりするタイプとも言えるということで、この感覚はまるでスポーツはうまいけど教えるのが下手な人みたいなね、ようなもので、自分で受け取っているこれっていうのは確かに感じているし、それに対応することもできるんだけど、じゃあ言葉で説明しろって言われても、いやこれなんて言えばいいのかなみたいなね、もう本当にいわゆる感覚派と言われるものに近いようなんですよね。でね、実際に起きていることを見て、その場にいる人たち、具体的に今目の前にいるこの人たちの安全が守られてるかどうかっていうのが一番の注目ポイントになるのが SF タイプだというふうに言えるようなんですよね。まあだからね、感覚的には、いやだってそこにあるんだからとか、いやそこにいる人のことなんだからわかるでしょ、今ここにあることなんだから、あの人の気持ちなんだからとかね、そう思うことも多いかもしれませんよね。そんな SF タイプの特徴を MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用から一部引用します。感覚機能と感情機能、事実を大切にする、温和で控えめ、人の要求に応えようとする、物事の詳細に辛抱強く向き合う、他者に実際にどのような影響を及ぼすかに焦点を向けるという様子が特徴として挙げられています。やっぱり感覚 S だから事実とか実際に起きていることを具体的な情報に具体的に向き合っているという特徴。実際に起きていることに実際の対処をするっていうようなね、特徴だったり、この特徴の中でも事実を大切にするとか、物事の詳細に辛抱強く向き合うみたいな、実際に起きていることに注目して、その具体的な情報に具体的に向き合っているっていう特徴とか、温和で控えめ、人の要求に応えようとする他者に実際にどのような影響を及ぼすかに焦点を向けるのような、その場にいる人、その場っていうのは今ここにいる人だったりとか、そのことが起きるときその場にいる人みたいな、実際にいる人、その人たちに対してどのような影響が実際にあるのかとか、その心情的な部分、その場にいる人たちの安心が守られているのかっていうのをすごく強く感じていたりだとか、関心が向いているのが自然な考え方のタイプだということのようです。前回の ST タイプとはもう同じ感覚 S の部分でもだいぶ差があるようにね、感じられますよねって思いましてね。ST のタイプは事実を構造的に処理するっていうのが自然な考え方の人たちだから、自然な考え方を自然に進めるということがもう物事を処理することになるっていうような人たちなんですよね。で、それが酸素になって息がしやすいよっていうイメージになるんですけれども、 SF の場合はその場のいわゆる空気、みんなが感じていることとか要求とか安心できているかっていうのが軸になっていて、だからその場で自分やその他の人が実際にする発言とか行動とかがその場の安心っていうものに対してどういう影響を与えるのかっていうのを
すごく考えている。それが自然な考え方で酸素になって、でそこに対応していくっていうのが基本的な姿勢ということになりそうです。だから同じ感覚 S のタイプでもというか、むしろだからこそ同じものを見て話をしているのに全く違う軸で話すということが ST と SF の間では起きてしまいやすいということですよね。そんな SF の人たちの酸素がなくなる瞬間ってどんな瞬間なのかといえば、やっぱり抽象度の高すぎる話、それが直感 N 的な情報ですよね。で、温度を感じないような瞬間、それは構造で捉える思考 T 的な情報になったりするということになるんですけれども、だけどそれに対してただ自分が不快だとかいうことではなくて、この場の安心感が崩れてるんじゃないかという感覚になるのが、結果的に SF の人たちの不安の原因になるということなんだそうです。だから SF の人たちが酸素が薄くなるような情報っていうのを具体的に見ていくと、もちろん誰かが誰かを意図的に責めたりとかしてる言葉だったり行動だったりするかもしれないんですけれども、時には具体的にじゃあ今ここにいる誰がどうなるって話なのっていうのがよくわからなくなるような抽象度の高い話だったりとか、もしくは何が正しくてこれは間違いですみたいな人の気持ちの介在しないような議題だったり、さらに誰も自分の気持ちを言語化して表現していないような、まるで人の温度を感じないような瞬間だったりするそうです。こうなってくると、まるで今ここに誰も人がいないような、いわゆる血が通っていないように感じられてしまって、この場所の安心感ってものが担保されていないんじゃないかっていう風に感じやすくなって、それが結果的にみんな大丈夫かなみたいので不安になるみたいな、そういうことが多いようなんですよね。だから決して自分が不快だからとかっていうことではなくて、みんな大丈夫みたいな気持ちで不安になるみたいな、みんなが大丈夫かどうかが判断できないので不安になるみたいないうことが多いようです。なんかちょっと納得感あるっていうかね、僕の周りにも SF っぽい人っているんですけれども、どうしたのかなってこっちが思う時って結構、そういう時だったのかっていうのがね、この原稿を書いて分かってから見てみると、本当にそうなんだろうなっていうふうに思いました。そんな基本的認知スタイルを用いれていない時ってことになるんですけれども、その様子をさらに MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用から引用します。自分の思うように一日を過ごせない日が続く場合、過度に常識にとらわれる、形式ばる、意気消沈する、興味が極端に狭くなるということで、こういう様子になっている時点で SF タイプの周りに酸素がなくなってきている。要するに安心が担保されてますかっていうのが分からなくなっているということになるので、この様子は決して SF が常識にとらわれやすい人だよとか興味の狭い人だよってことじゃなくて、ちょっと呼吸が苦しいですよ、要するに安心ってちゃんと守られてるんですかっていうのを確かめられてませんよというサインということなんですよね。ということは、このサインが出てるとき、SF を取り巻く状況としては、さっきのような抽象度の高い話だったり、血の通ってないような情報っていうのがね、飛び交ってしまっているということになると、この特徴の一つである過度に常識にとらわれるというのは、自分の安心の大元になるこの場の安心感っていうのを取り戻そうとして、今ここにある SF の人たちにとっては安心の材料にならない情報たちではなくて、この場に安心をもたらすような情報を外から持ってきている可能性があるんですけど、それを適用しようとしている姿なのかなと思いました。だからあくまで今の特徴が、サインとして出ている状況っていうことは、 SF が安心できるための材料情報っていうのは欠如している状態なわけだから、そういう時に出てくるのは自分の持っているこの場に安心感を与えるであろう情報ということになりやすいと思うんですよ。だからそれをね訴え始めるっ
となると、周囲の人には常識にとらわれてるな、今ここで話してる話じゃなくて常識の話をしているなというふうに映る可能性はありますよね。だからこの場の温度のない話ではなく、どこかから温度のある常識を持ってきたなみたいな風に感じられているのかもしれません。だけどこれは安心材料っていうのを適用してほしいという要望なわけではなくて、ちょっと今その安心が判断できないんですけどっていうサインだというだけかもしれないんですよね。だからどうしてもその自分の持っている安心を確保できるであろう情報を適用してほしいという意味ではない可能性が高いかなと、サインだということじゃないかなと思います。だからそんな時どうしたらいいかちょっと考えてみました。もし本人の場合であれば、意識的にこの場は今安心できる状況なのだろうかっていうのを確認してみるといいかもしれないと思います。具体的に人に聞いてみるとかね、今あなたは安心にしてますかみたいなね、そういうのを聞いたりするのもいいかもしれないんですけど、 SF の人たちであれば具体的にそこにいるその人を見ていれば、その人が今現在安心しているかどうかっていうのが感じられるんじゃないかなと思うんですよね。相手が言っている情報そのものについてはもしかしてね、これはどういう意味なんだろうとかね、この場の人たちにどういう影響を与えるんだろうっていうふうに思うかもしれないんですけれども、じゃあ目の前のそのことを言っているその人っていうのは落ち着いているのか、それとも慌てているのかっていうのを観察してみるっていうのは一つ手かもしれないなと思うし、もしくはその場に実際にいる人ではなくて、その場でこんなことがあったよっていうのを別のところにいる人に判断してもらえるのであれば、それもいいかもしれませんよね。この状況でこんなことがあったんだけど、この場の人って安心してると思うみたいなことを、要するに SF ではないタイプの人に聞いてみたりすると、なんだ安心してんのかっていうふうに思えるかもしれないと思います。それこそね、 MBTI のタイプっていうのもタイプだけで考えるっていうよりも、この人は何タイプかな、この人のこの行動は何タイプかなっていう風に実際の人で考えていくと、そのタイプの違いっていうのを実際の空気で感じられることによって安心できているんだなっていうのを感じられるかなと思いました。周囲の人の場合はやっぱり意識的に自分は今この場で安心していられているんだよっていうこととか、もしくは SF の人たちからポジティブな情緒的な影響を受けているんだよっていうことを伝えられるといいかもしれないと思います。だから周囲の人としても SF の人たちが安心感を失っているような様子に見えると大丈夫かなって多分思うと思うんですけど、普段と違って言葉がなんかきつくなったりとか慌て出したりとかすると思いますんで、そういうその人のその行動に対して大丈夫かなって思っちゃうと、逆に SF の人たちの方がなんか大丈夫かなみたいな感じになってるなっていう風にね、受け取る可能性もあるなと思いますんで、自分が大丈夫なら、別に大丈夫ですよっていう風にすると、案外ね SF の人たちはそれを感じ取れるので、なんだ安心してるじゃんこの人みたいにね思ってもらいやすいかなと思います。そんな感じで情報の種類をタイプに合わせていくと安心して話ができるようになったりするのでですね、情報をただ伝達するだけじゃなくて SF の人なんかの場合は温度っていうのもちょっと気にかけてみるとより伝わりやすくなるっていう場合もあるかもしれませんというお話でした。今回は基本的認知スタイル SF 編でした。前回の ST の回や今後お話しする予定の NF、NT の回もありますし、最後には全てのタイプを比較してみる回も予定しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。